前回のあらすじ。コーポ山崎へ、地上げ屋と思われる男がやってきた。恐喝の現行犯で大岩刑事に逮捕してもらったが、地上げが金丸不動産によって行われたことを知る。早速、金丸不動産へ向かった。金丸はしらばっくれていたが、絵画が上村隆一に狙われているという話を聞き、金丸の提案で絵画を守ったら、コーポ山崎から手を引くという約束をした。徹夜で絵画を守ることにした二人だったが、結局上村隆一は現れなかった。絵画を守ったことで地上げから手を引く約束を得たが、そこで野々村が関わっていたことを知る。野々村は知らないというが、その場で金丸不動産に電話をかけることで、その社員だとわかる。そして野々村の部屋から、室岡の未開封の封筒が見つかる。室岡の手紙は2通あったのだ。アパートの住人に話を聞こうとすると約束をしていた細井が現れないという。細井の部屋に行くと細井は亡くなっていたのだった。まずは調べてみよう。これは鈍器で頭を強打されて殺されているな。ひろみくん、君は警察に電話をかけてアパート前で待っていてくれ。細井の手に何かが握られています。銀行通帳と印鑑のようです。通帳を握りしめてる？水木玲子のものです。通帳の残金は150万になっています。なんで、水木玲子の通帳が？ここは、野々村正代の部屋の前です。ドアをノックすると、野々村正代が出てきました。自分の家じゃないんだ。警察ですか？アパートの住人が死んでいるんです。場所ですか？コーポ山崎です。ひろみくん、驚いただろう。鑑識が来て、調べていた結果、簡単なことは分かったよ。頭を鈍器のようなもので殴られて殺されているな。いつ頃のことかわかるかな？今朝がただな、念のために皆からアリバイを聞いておいた方が良いな。玲子の通帳を持っていたけど、犯人は奪わなかったのか。これで細井が水木玲子を殺した線が濃厚になってきたな。細井は最後までお金を離さなかったわけだ。いくらくらいあったんだろう？それも銀行に確認したが、残高はゼロだった。キャッシュカードで50万ずつ、3回に分けて今日、下ろしている。そんなに急に下ろす理由があったのかな？ ATM なら防犯カメラとかないのかな？サングラスに帽子をかぶった女性で人相まではわからないが、髪の毛は短かったな。女性？細井が下ろしたわけじゃないんだ。集合ポストの陰に野球バットが立てられています。バットをよく見ると、血痕が大量についています。まさか、こんなところに凶器を置いたの？そのバットが凶器の可能性もあるな。後で調べさせよう。私は細井と話もしたことがないのよ。昨日の夜、風邪気味だったので早めに寝たわ。おいおい、水木玲子の事件のアリバイが立証されたら、今度は細井殺しのアリバイかい。昨日の夜はワープロ打ちをしていたよ。昨日の夜はアルバイト先の牛丼屋で朝の8時まで仕事していたんだ。今日、予備校の模試がなければ、今頃寝ているはずだよ。またも確実にアリバイって感じはないな。俺はこれから細井が勤めていた大日本大学に行こうと思うけど、ひろみくんはどうする？もちろん私も行くわ。一見関連性のなさそうな水木さんと細井さんの2つの殺人事件も、実は一本の糸で繋がっていると思うの。その糸の先には、室井さんの死にも繋がっていそうかい？多分ね。さあ行きましょう。ひろみくんと私は、コーポ山崎を後にして、殺された細井教授の勤める大日本大学へと向かいました。大日本大学のキャンパス内です。この人たちに聞いてみようか。左内万年助教授でしょう。助教授って教授になるために必死らしいわね。先生、本職よりアルバイトの方に熱心だともっぱらの噂よ。だって講義中にアルバイト先の予備校の試験問題を採点しているぐらいよ。細井さんは予備校でアルバイトをしていたんでしょう。細井さんって要領が悪いからいつまでも教授に推薦してもらえなくて助教授なのよ。ひどい言われようだけどまあ、講義中にアルバイトしてちゃ仕方ないか。助教授が教授になるには、担当教授からの推薦が必要で、それをもとに教授会が話し合いして過半数の承認があって初めて教授になれるの。担当教授の話も聞きたいかな。細井さんの担当教授は久保田教授よ。多分今頃だと自分の教授室にいるんじゃないかしら。後で行こう。私はお酒が飲めないんだけど、雰囲気が好きだからパブでアルバイトしているの。これでも社長さんにモテるのよ。アルバイト先？アブゲンジよ。私は11時までのアルバイトだけどね。帰ったら犬の散歩をさせてあげなきゃならないの。なんか聞いたことあるお店の名前が。エミって知ってるかな？知っているわ。デモの人、危ない人と付き合っているでしょ。ちょっと苦手ね。三田のことだよね。そうそう。
見たって言ってたわ。でもあの人、他にも付き合っている人がいるでしょ。これ水木のことかな？エミちゃんがお休みの日に、三田さんが別の女性を連れて飲みに来たのよね。うちのママに後で聞いたら、スナックアイのママだって言っていたわよ。そっち？先週ぐらいじゃなかったかな。本当にあの人かな？三田さんが連れてきたスナックアイのママの名前でしょ？聞いたんだけど、何だったかな？覚えてないか？他に何かあるかな？二人の女子大生が立っています。背の低い方の子が、しきりに首に手を当てています。友達の車に乗せてもらってドライブしたのは良いんだけど、その車が事故を起こしてしまって、ご覧の通り首をひねっちゃって、病院だよ。病院ってもしかして、踏切そばの大きな総合病院があるでしょう。そこの花島病院に通院しているのよ。やっぱりあそこだ。そこの看護婦さんに聞いたんだけど、ゆうきさんって人がこの前の日曜日に指輪をなくしたんですってね。見つけたらお礼がもらえるんですって。前に看護婦さんが言ってたね。ここは教授室の中です。教授に話を聞きに来たけど。私が久保田だが、高校生と中年男性のコンビが、私に何の用事かな。細井さんが自室で、誰かの手によって殺されたんです。私は細井さんが住んでいたアパートの管理人で、隣にいるのは事件担当の刑事さんです。それは、大変なことになってしまって、私でお役に立つなら、ご協力しますよ。早速細井について聞いてみよう。死んだ人のことを悪く言うのもなんですが、彼は私より年長者でして、この大学は私より彼の方が長いんですよ。人付き合いが苦手な人でね。教授の机の上には、立派な壺が飾られてあった。壺？この壺ですか。昨日、突然に細井さんからもらいましてね、私としても彼から贈り物をいただいたのは初めてでしたね。細井は、お金に困ってそうだったけど。教授室に細井さんが送った壺があったでしょう。壺屋って投機性が強いでしょう。後でいくらでも現金化できるしね。教授会のことは聞いた？この女子大生詳しいな。聞いてなかったんで聞いてこよう。教授会ですか。来週にあるんですよ。細井くんも40歳になることだし、今回は推薦しようと思っていました。これは、記念取りの贈り物ってことかな？今回は細井助教授も後がないと思って贈り物を渡したり必死だったんでしょう。でも予備校のお金ぐらいで買えないわよ。あの壺、名純子。私がアルバイトしているお店に久保田教授が飲みに来て、話していたけどあの壺なんでも400万ぐらいするらしいわよ。これは、玲子の預金の使い道はこれかな？そうそう。恵子が病院に行く時に一緒について行ってあげたの。その時に看護婦さんが話していた名前と同じだったわ。名前は結城さんよ。あのスナックのママが、あの踏切にいた？スナック、愛のママの名前がこんなところで出てくるとは思わなかったな。おい、ひろみくん、室岡さんの葬儀がもう始まるんじゃないか。いけない。急いで。大岩さん。ほら車に乗って、飛ばせば間に合うだろう。あれ、大岩さん車って？ここに来るときに車に乗ってきただろう。そうよね。すっかり忘れていた。でも、この車、故障しているんじゃなかったの？おい、何言ってるんだ。見かけはボロだけど今年に入って車検を済ませたばかりだぜ。いいから乗った。行くよ。これ、前も感じたけど、あの時の大岩って。大日本大学の調査を終え、車でやってきた二人は、車を近くに止めて、室岡幸子の葬儀に出席するためにやってきた。あ、星川だ。前に学校で会った時は、次に会う時に幸子から預かっていたものを渡すって言ってたわね。室岡幸子さんから本を借りていたんだ。試験発表があった日に、室岡さんが倒れただろう。俺、授業を抜け出して彼女と自宅まで一緒に帰ったんだ。彼女、歩く足取りもふらふらしていて、見ていられなくて。歩いている間、二人とも黙っていて、ちょうどこの場所で彼女と別れたんだ。そして彼女が言うんだ。私、好きな人がいるの。でも、ブスばかりつくから疲れちゃった。星川くんが私の彼だったらよかった。って。大岩さんは黙っていて、いいから続きを話して。その時に幸子さんが星座の本を貸してくれたんだ。正直言って嬉しかったけど落ち込んだね。この本はその好きな人に渡そうと思って持ち歩いていたらしいんだ。何でも星座の話をするためらしいんだけど。当然、俺は全部読んだよ。最初から素直に渡してくれたらいいものを、取るわよ。この本。手紙の蛇使いと関係ありそうだね。星座の本のコラムには、13星座の話が載っており、12月初めを蛇使い座として紹介しています。12月生まれってこと？幸子が好きだった彼のことを蛇使いって呼んでいたらしいの。心当たりない？それ、本当だね。俺、悪いけど葬儀に出れない。どうしても許せない奴がいるんだ。ぶち殺してやる。あ、星川くんどうしたの？星川は、ものすごい形相で走り出していった。これはまずったか？
彼がヘリ使いの意味をその本から知ったことは確かなようだな。そのことを後で考えるとして、その本を室岡さんのお母さんに返しに行こう。それでいいの大岩？室岡幸子の自宅の中です。この頃が一番幸せだったわね。ここに引っ越して2年になるけど、幸子ったら今年になって急に白川学園に転校したいって言い出してね。それじゃ、引っ越しが理由で転校したんじゃないんですね。幸子が転校したいって言ったからよ。言い出したら聞かない子でね。理由は言わなかったけど言い出したのは今年の2月くらいからですよ。もしかして、彼のいる白川学園に行きたかった？幸子が入院先からおばさんに頼んでポストに出した日より前に、幸子は私宛てに手紙を出してくれていたんです。おばさん、見ますか？付き合っていた人がいたのね。思い出がなくて死んじゃうより幸せだったかもしれないわね。おばさん、幸子の本を借りていた人が返しに来てくれたんです。これがそうです。ひろみちゃんが持っていてくれない？そろそろお邪魔しようか。細井がアルバイトしていた新進予備校に調査しに行っておきたいんだ。二人は、室岡幸子の母親に挨拶すると、細井助教授がアルバイトしていた新進予備校へと向かった。お母さん、悲しませてごめんなさい。転校した理由は、今はまだ言えないけど、そのうち必ずひろみが明らかにしてくれるはずよ。というわけで、今日はすでに5日目、金曜日です。ひろみたちの捜査の舞台は、細井さんのアルバイト先の新進予備校へと移ります。今回はここまでにしておきましょうか。今回、細井の件だけじゃなくて、幸子の件でも進展があったね。そうですね。玲子に関しては細い怪しくなってきましたね。スナックのママの件もあるし、つながりもありそう。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。